今回はこれです。こんにちは、バク先生です。今回は理論的に正しいバネ指の直し方とその予防方法についてお伝えします。バネ指はこんな風に指が伸びにくくなって伸びきる時にバチッと伸びることがよく知られています。その他にも単純に指の曲げ伸ばしがしにくかったり痛みがあったりと生活に支障があります。世間ではバネ指の直し方の情報が溢れていますが、バネ指の根本的な原因が分かっていなければ一時的に症状は緩和したとしてもまたすぐに再発してしまいます。そう、バネ指は再発しやすい障害なんですね。今回はバネ指の根本的な原因から考えた改善方法プラス日常生活で実践していただくことで再発を予防する方法までお伝えするので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは痛み改善、自律神経美容など日々の健康に役立つ情報を配信しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。まずあなたに知っていただきたいのはバネ指が起こってしまう原因についてです。これがめちゃくちゃ大事です。ここからは図で説明します。バネ指というのは図のような状態です。筋肉は最後腱になって骨にくっつくわけですが、この腱を骨に固定する役割をするものがあります。図で言うとこれになります。これが腱の鞘と書いて腱鞘と呼ばれるものです。で、筋肉の収縮によって生まれた力は腱から骨へと伝わるわけですが、腱鞘があることで正しく骨に伝わります。で、通常であれば腱が腱鞘をスムーズに通るわけですが、でこの図のようにある原因によって腱もしくは腱鞘が分厚くなる、太くなってしまうことでスムーズに通らなくなってしまいます。分厚くなった腱もしくは腱鞘によってこのように引っかかりができてしまって伸びる時にバチッと一気に伸びてしまう状態がバネ指の状態になります。ではそもそもなぜ腱もしくは腱鞘が分厚くなってしまうのか。これは指もしくは腕の使いすぎによって老廃物が溜まってしまうからなんです。指、腕の使いすぎ、老廃物の貯留、腱鞘の飛行という流れがあるわけです。このことから言えることはズバリ指もしくは腕の筋肉を緩めて循環を良くしていただいて溜まった老廃物を流してあげることでバネ指は改善するということです。今回は3ステップでやっていきます。ファーストステップでは腕の皮膚を動かしていきます。セカンドステップでは腕の筋肉を緩めていきます。サードステップでは手にアプローチしていきます。では実際にやっていきます。ファーストステップでは腕の皮膚を動かしていきます。場所は前腕、つまり肘から手首までのこの場所になります。やり方はこのように皮膚をつまんで動かしていきます。皮膚の下に筋肉がありますが、バネ指の方は皮膚がガチガチにくっついてしまっていて筋肉の活動性が悪くなっています。このように皮膚を動かしてあげることで次にやる筋肉を緩める効果がかなり上がってきます。腕の上側の皮膚と腕の下側の皮膚に分けてやっていただきます。力加減としては痛気持ちいい程度でやっていただきます。セカンドステップでは腕の筋肉を緩めていきます。上側の筋肉から緩めていきます。場所は肘に近い位置でこの辺りになります。場所の目安として中指をこのように曲げ伸ばしした時に盛り上がるところを中心にほぐしていただきます。人によって硬くなる場所というのは若干違ってますので、大まかに触っていただきまして硬くなっている場所は痛気持ちいい場所を探っていってください。ほぐし方は縦方向、横方向、交互にやっていただきます。縦方向と横方向です。次は下側の筋肉です。ポイントは肘に近いところと手首に近いところがあります。まず肘に近いところは肘から指3本分手首側に行ったところを親指で押していきます。場所が分かりにくい時は中指をこのように曲げ伸ばしした時に盛り上がるのが分かりやすいところを一つ目安にしてください。場所が決まりましたらこの場所を押しながら手首をこのように回していただきます。押す場所を少しずつ変えながらやってみてください。次は手首の部分です。腕と手の境目の部分、この辺りになります。ここを2本の指でほぐしていきます。この辺りを目安にほぐしていってください。この部分は屈筋主体という腱を押さえるベルトのようなものや手根骨といった細かい骨が集まっていて非常に循環が滞りやすい場所になります。
サードステップは手にアプローチしていきます。手の中でも硬くなりやすい筋肉にアプローチしていきます。母子球筋と小子球筋という筋肉になります。まず母子球筋からやっていきます。2本指で緩めていきます。親指の付け根の部分が母子球筋になります。このように緩めていきます。痛いところがあればそこを探っていただきまして、しっかり緩めていってください。少しずつ位置を変えてやっていただきます。次は小子球筋です。小指の付け根にある筋肉になります。これも同じように痛いところや痛気持ちいいところを探っていただきまして、ここをしっかり緩めていただきます。バレエ指の方はかなり硬くなってますので、しっかり緩めていってください。次は腱と腱鞘に直接アプローチしていきます。やり方としては、指の延長線上に中手骨という骨があります。この骨に沿ってやっていただきます。やり方としては、親指でこの延長線上にある骨をですね、押さえていただきまして、その指を曲げていただく。少しずつ位置を変えていただきまして、押しながら指を曲げていただきます。すべての指同じようにやっていきます。薬指でしたらこの位置から曲げて、位置を変えて曲げていきます。このようにして少しずつずらしていきながら指を曲げていきます。このように中指でしたらこういった形で指を曲げながら押さえる位置を変えていきます。注意事項です。手の部分の炎症や痛みが強い方は手のアプローチ自体を控えていただいて、腕のアプローチだけにしておいてください。今回はバネ指の予防方法もセットでお伝えします。ポイントは3つあります。1つ目は今回お伝えしたセルフケア方法を日常的に続けるということです。バネ指の改善方法はそのまま予防方法にもなりますので、症状が改善した後も定期的に続けていってください。2つ目のポイントはお風呂にゆっくり浸かるです。湯船に浸かることで日常的な使いすぎで硬くなっている筋肉を手っ取り早く緩めることができます。3つ目のポイントは普段からの姿勢に気をつけるです。巻き肩や猫背など姿勢が悪くなってしまいますと、当然腕の循環は悪くなってきてしまいます。このチャンネルでは猫背、ストレートネックなど姿勢不良改善のための動画も配信しております。ぜひ見ていただいて姿勢改善のためのヒントにしてください。今回は理論的に正しいバネ指の直し方とその予防方法についてお伝えしました。バネ指の根本的な原因は指、腕の使いすぎによって循環が悪くなって老廃物が溜まってしまうことです。ぜひ実践していただいてバネ指から卒業してください。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。